皆さんこんにちは、ゆきです。今回の動画は最高詞のアークナイツ実践論リー編を完全日本語吹き替え版でお届けいたします。それでは早速見ていきましょう。どうも、過労中の最高だ。今回はリーの実践論だ。またもやめんどくさい職業だ。それじゃあ余計な言葉はいらないな。本編直行だ。星6行商人としてリーのステータスは優秀で公私兼備、多くの前衛をも上回っている。それだけではなく、行商人の再配置時間は初期で25秒、基本的に高速再配置として使えるんだ。しかしその対価とは、行商人は配置後3秒ごとにコストを3消費し、撤退させてもコストは返却されない。言い換えれば、モジュールなしだと行商人を配置している間、コストはこれ以上増えなくなる。コスト消費は配置3秒後から発動するので、配置直後であればコストがゼロになっても問題ないが、この次に他のオペレーターを配置し、それでギャラが足りなくなったらリーはサボってどっかに行っちまうんだ。無駄なミスを防ぐために残りコストは必ず気にかけておこう。一般的なステージはコスト不足を避けるためにリーはなるべく遅めに配置しよう。もしリーを防衛や差し込みに使いたいならダブル戦法でコストを確保しよう。とはいえ単にリーを高速再配置として使うならコストの需要はそう高くない。モジュール装備後、リーは3秒ごとにコストを2だけ消費するので、ほとんどの場合、配置後にもコストは増え続けるようになった。これでカバー力がだいぶ上がった。特に編成が限られたローグライクでは、モジュールを装備すると序盤のペース配分が明確に改善される。破壊分隊スタートの場合、コスト回復制限付きのステージに当たっても、先方を2人出せば大丈夫だ。とはいえ、リーがいる場合、似たようなコスト回復制限のあるステージで、相当の平均戦力とプレイスキルが要求されるのは間違いない。例えば、危機契約の等級を高くしたいときに彼を出場させるのは相当難しくなるだろう。あるいは、2人の行商人を同時に配置したいというのなら、自らプレイスタイルを鍛えようとするその勇敢なスタイル。個人的にすごく尊敬するよ。良い子の初心者は真似しないでほしいな。素質1の効果は敵をブロックしたとき、リーの攻撃速度が上昇。ブロック中の敵の攻撃速度が低下。リーの周囲8マスに敵が1体のみ存在している場合、さらに効果が倍増する。昇進2の状態で発動すると、リーの攻撃間隔は1秒から 0.8 秒に。倍増の効果も発動すると 0.7 秒になる。攻撃速度上昇は、リーの通常攻撃の DPS を上げるだけでなく、S2 のバフを盛るペースを早められ、S3 による突き飛ばしの効率もアップする。特に S3 の突き飛ばしは重量1以下の敵が集まってきたら倍増の効果がさらに発動しやすくなる。敵の攻撃速度低下に関して実戦ではそれほど明らかな変化はないが、サイラッハのような攻撃速度低下ができるオペやスタン持ちのオペと連携を取ればより相手の攻撃をキャンセルしやすくなるだろう。他に例えば差し込みで使いたい場合もこの素質でリーの生存能力が格段にアップされる。素質2の効果は特性でコストを消費したとき、コストが足りていればコスト消費が1回5になる代わりに次のスタン凍結を無効化することができ、同時に攻撃元の敵を3秒間スタンさせる。注意点として素質2はモジュール関係なく発動すれば必ずコストを5消費する。総じて言うとこれはとても強い素質だ。スタンも凍結もよく見かける状態異常だが、ほとんどの場合においてリーはそれを無視できる。例えば昇進2のリーで第6章に挑むとき、リーが凍結で不利になることはほとんどない上に、スノーキャスターと氷瀑鉢をカウンターできる。だが注意すべきは、この素質を頻繁に発動させるとコストは一気に減っていくから、しばらく先方を撤退させてはいけないことだ。それと現時点で一つバグがある。素質2で敵による凍結をカウンターできた場合、リーの頭の上にある慣例アイコンは消えなくなる。リーが慣例を受けているかどうか分かりづらいから早く修正してほしいものだ。第6章の凍結以外にも素質2はボンバークラッシャーやローグライクの主なき巨像によるスタンをカウンターできて、さらにサルカズ術師の束縛も、ひいては神経ダメージが溜まった時のスタンも無視できる。ローグライクでもいいパフォーマンスをしてくれる。だけど素質2のスタン付与はスタン耐性を持つ敵や神経ダメージを与える敵には効かない。S1 の効果はリーの攻撃力が上昇し術回避を獲得する。効果は退場まで継続する。攻撃力上昇に術回避。一見敵の術師を差し込みで倒すのに向いていて、再配置の素早さに合わせて高速再配置として使いやすそうだが、序盤で昇進1の状態だと配置から発動までの間がかなり長いのと、
特化しないと術回避の数値は低いので、差し込み運用だとおそらく S2 よりも劣る。ゲームの序盤では S1 リーを術師や術剣士といったタイプの敵が出てくるルートに配置しておくといいだろう。しかし特性でコストが続々と消費されるので、序盤早々から配置するのはペースが乱れる恐れがあっておすすめしないな。昇進2から S1 の DPS は S3 よりやや高くなるが、もし自分の心運に自信があるなら、差し込みで術攻撃の敵を切ってみてもいいと思うよ。特化さんでも術回避はたったの 40%、その確率に苦しむ確率の方が高そうだが、必要 SP が7になったおかげでだいぶ使いやすくなった。ナイチンゲールがいるとき、もしくは誰か別の医療オペのスキル期間中であれば、マンドラゴラビームのような高威力な術ダメージにも耐えられる。とはいえこのスキルは特に際立っているわけでもないので、特化もおすすめしない。ローグライクで防衛に困らないなら高速再配置として S1 を装備し、ヒーローの歌姫やサルカ術師といった敵を切ることに使うのも一つの手だ。ストック SP アップの秘宝を入手できたら差し込みとしての強さは大幅アップするだろう。とはいえ特化なしの状態で無理やり使うのはあまりおすすめしないな。昇進1以降、リーは S2 を取得する。スキル発動後、リーは敵を負でマークし、その敵を味方から攻撃されやすくする。マーク5秒後、負は爆発し、周りの一定範囲内にいる敵全員に術ダメージを与える。効果時間中、味方がマーク対象にダメージを与えるたび、爆発ダメージが上昇する。さらにこのスキルを装備したとき、パッシブ効果でリーの攻撃速度は上昇する。S2 はちょっと面白いスキルだ。まずはパッシブの攻撃速度上昇だが、スキルレベル7でプラス20だとリーの攻撃間隔は 0.83 秒に、特化3でプラス30だと 0.76 秒になる。攻撃速度上昇は爆発ダメージアップの他にも配置時からリーの DPS を上げられる。ゲーム序盤では防御力の低い敵を差し込みで切る場面において S1 よりも効率的かもしれない。次に爆発の範囲についてだ。S2 の爆発範囲は言うほど広くなく、ステージ5の銃でメビストをマークすると爆発は上下にいるボンバークラッシャーに届くが、斜め右の術師までは届かない。マークされた敵とリー自身のどちらかが効果時間中に倒されると負はその時点で爆発する。一方で効果時間中にリーを撤退させたら負はそのまま消える。ゲームの序盤では S2 は自分の予想よりも少し上回るほどのパフォーマンスをしてくれた。昇進値で素質1が発動していない場合、リーは効果時間内に6回攻撃するので最低でも2800前後の術ダメージが保証される。もし味方の遠距離ユニット、例えば速射手が一緒に集中砲火を撃ってくれるなら、S2 は昇進値の段階で3000から4000程度のダメージを比較的に安定に稼いでくれる。重装の手前や横から攻撃させる形で使うのは問題なさそうだ。しかしこれだとコスト消費とブロック1という対価を払うことになるから、近距離アタッカーや高速再配置の所持が少ないドクターがその代わりとして一時的に使う場面だけ S2 をおすすめする。昇進にした後でも S2 は特化するまで目立つところはないので視野に入れなくてもいいが、特化3でこのスキルは大きく化ける。攻撃速度プラス30だと素質1抜きでも安定に7回攻撃するので爆発ダメージもかなりアップする。具体的に言うと特化3だと7秒ごとに最低でも4000前後の術ダメージが稼げて、エクシアのような速射手と連携し、バフをマックスの30回まで持ったら爆発ダメージは8361、2回使ったら16000超えだ。とはいうものの、このスキルは雑魚狩りには強いが、雑魚狩り程度は奇跡オペレーターや A や S2 でも似た効果が得られる。確実にバフを高く盛る手段がない限りは。ここで一つの矛盾が生まれた。術ダメージだからできれば遊撃隊盾兵みたいな防御力が高く術耐性が低い敵に当てたい。なのにバフを盛るときに使われるのは通常攻撃やエクシア S3 といった物理ダメージの攻撃。実はこれだとダメージの無駄遣いになる。仮に負を術耐性の低い雑魚に貼って爆発を盾兵に当てるという流れを上手にできるなら話は別かな。もちろん今日ベースには A や S3 のような高頻度の術攻撃でバフを盛る手もあるが、雑魚相手には火力があまりにも過剰だ。ではパッセンジャーはどうかな。まあ使えなくはないが、パッセンジャー S3 は判定範囲が広く、別の敵に攻撃を当ててしまうケースがよくある。総じて言うと S2 は特化3から使えるが、それでも特段に強いわけではない。だが面白プレイがやりたいなら話は別だ。まず一つ目にマークされた敵のヘイト上昇効果で遠距離ユニットの攻撃を集中させることができる。ところが実はこのスキル、攻撃目標を無理やり変えるものではなく、その本当の効果は目標のヘイトレベルを1ランク上げるというものだ。例を挙げれば遊撃隊盾兵はヘイトレベルプラス1の素質を持っているので、盾兵以外の敵をマークした場合、
実際ではその敵のヘイトを縦兵と同レベルにしたことになる。この時の遠距離ユニットはいつも通り、先に拠点までの行動距離が短い方を攻撃する。それと S2 のヘイト判定は戦術車種、速車種などの職分が持つ索敵判定より優先順位が低い。たとえ目の前で地面の敵をマークしたとしても、速車種は空中の敵を先に攻撃する。とは言っても S2 のヘイト上昇が全く使えないわけではない。例えば来たる新しいオペレーターはもしかすると完璧な連携ができるかもしれない。実装された時にまたテストするよ。2つ目の強みは S2 のバフ反映率が高い。しかも短時間で2回も爆発できる。工夫次第でマークされるものは負ではなく爆弾になるからな。ここで細かいポイントだが、何らかの方法で SP 回復を加速させ、効果時間内に同じ敵に S2 を再度使った場合、前にマークした負はその時点で爆発する。最後にローグライクでは術アタッカーが少ないならこれでダメージを補うことはできる。あるいは序盤に差し込みでブラッドボイル見習い騎士を切ったりできる。とはいえ破壊分隊スタートはそのうちメイン火力にエイヤかパッセンジャーを招集するので S2 の使用率はそれほど高くならない。そもそもこの先にさらにヘビー級なのがあるんだ。昇進2以降、リーは S3 を取得する。スキル発動後、リーの攻撃範囲が拡大、攻撃力、防御力上昇。攻撃するたび、普通の力で範囲内にいる現在の攻撃目標以外の敵を突き飛ばす。さらに自身が攻撃されやすくなり、攻撃範囲外からの物理、術攻撃を一定確率で回避する。効果は退場まで継続する。このスキルもまた非常に面白い。多種多様な効果は一見釣り合わなくても、合わせれば色々と奇妙なことができてしまうんだ。まずステータス上昇について、昇進にしてすぐの頃 S3 の攻撃力、防御力上昇効果はあまり高くなく、特に防御力、この頃はスキル発動中でも500前後といった程度だ。攻撃力が高めの敵にやられると痛いのは変わらない。しかし意外とリーはしぶといんだ。まずブロック1のリー自身が食らえる近距離攻撃は少なく、素質のおかげで攻撃範囲外からの遠距離攻撃は回避。攻撃範囲内の遠距離攻撃は突き飛ばしによるキャンセルができるので、実戦ではステータス以上にしぶとい。一方で攻撃力は弾かれラインこそ高くないが、攻撃速度が速い分、ブロックした敵に対する DPS は奇跡オペレーターに全然劣らない。雑魚狩りはお手の物だろう。次はその奇妙な突き飛ばし能力についてだ。突き飛ばされた敵の移動距離は力加減と敵の重量に影響される。ここで言及しておきたいことだが、ここに出ている突き飛ばしデータはこの動画投稿者によって訂正され、これまでの実践論動画に出たものと少しだけ内容が変わっている。とりあえずこっちを基準とする。そして重量で主な敵のタイプを分類したこの家電の画像を見てくれ。リーは攻撃速度が速いので S3 で重量1以下の敵を近づけられないようにできる上に、重量2の敵の攻撃をキャンセルできる。だからブロック1と見せかけて実戦で大量の雑魚敵がやってきたとすれば、リーはほぼブロック無数になれるんだ。特に爆弾虫、猟犬、変異体、そして今回のイベントギミックが相手なら S3 は最適だ。だが力学的分析も忘れてはならない。例えば重装の横から重量0の敵を攻撃しているとして、その中で敵が重装の後ろに突き飛ばされてしまったら拠点へいらっしゃいだ。複数攻撃ができるオペと連携してなるべく早く倒しておこう。それとリーはブロック中の敵を突き飛ばさないので、ゴースト隊長相手に DPS が足りなかったらお一人ずつどうぞというコメディのような光景に出会う可能性がある。他にアンジェリーナ S さんと連動すればダメージを稼ぎながら重量2の敵をリーに突き飛ばしてもらうこともできる。そして次は物理術ダメージの回避だが、攻撃範囲外からの攻撃のみ回避するというのは一見微妙で、射程が長い敵にだけ効きそうな感じだよな。例えば強化規制頭骨星ファウスト、サルカ術師、ティアカウ術師とかだ。ところが実際この効果は攻撃元がないダメージを全て回避できるんだ。攻撃元がないとは、例えば爆弾虫やシャーマンの自爆や各種ドローンの爆撃、灼熱ダメージが蓄積した時の爆発、タルラによる沈まぬ悪縁などが全てそうだ。これらを全部含めたら S3 の高めの回避率を活かせる場面は多くあるって言えるだろう。最後に攻撃されやすい効果は配置順に構わず、敵遠距離ユニットのヘイトを買ったり、闘士タルラや民間人の代わりに攻撃を受けることに使える。総合的に考えて S3 は確かに奇跡オペレーターに近い性能を発揮できる。しかし自己回復ができず、おまけにブロック1でコストを消費するから、初心者にとって奇跡オペレーターと比べたら優先順位は下がるだろう。
スキルの特化に関して S3 は特化を重ねるごとに大きく変わることはないが、それでも S3 の特化を最優先に、あるいは S3 のみ特化するのがおすすめだ。ローグライクにおいて雑魚敵の重量はだいたい2以下だから、リーでスタートするなら序盤は比較的に楽勝になるだろう。だが前提としてモジュールは必須だ。フェンも最初から招集しておいてコスト回復を安定させよう。これまで突き飛ばし強化の秘表がないと S3 は活躍できないと予想していたが、実戦では必須ではなかったようだ。動画からも分かる通り、雑魚敵を圧倒している様が目に見える。秘宝でステータスが強化されれば S3 リーは大多数の物理攻撃のエリート単位を難なく対応でき、再配置が早いという行商人の強みで一部のボスを制することも可能だ。スタン凍結無視も一部ステージで大いに役立つ。コスト回復速度低下のステージでは前にも言った通り、先方2人にモジュールがあれば問題ない。とにかく全体的に見て納得のいくパフォーマンスだ。しかし難易度約3の宴の序盤ではこのステージは特に要注意だ。破壊分隊ならゴースト兵の対策に強い術しかウィーディーを確保しておきたいところだ。それと一部の緊急ステージ、例えばこのステージだと医療なしではまずフェンは持たない。安定性で言うとリーが率いる破壊分隊は突撃、援護、要塞のビッグ3にはまだまだ勝てそうにない。だがプレイしていて楽しいかといえばとても楽しいと思うよ。ということでアークナイツ実践論 D 編はここまでです。前回のノーシス動画は好評だったので続きの制作を決めました。この動画は作者の最高視や翻訳班のサポートで成り立っています。視聴者さんの反響次第で存続する動画だと思っているので、いいなと思ったらぜひコメントやグッドボタンで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。